夏草の宿。そこは海辺のようであった。または山奥のようでもあった。どちらでもないような、またはどちらでもあるような。怪しげな表札があった。何が書かれてあるのかわからない。表札かどうかも怪しかった。でも泊まれるはずだと思った。根拠など何もないのに。半開きの壊れかけた扉をくぐり抜けた。あら、いらっしゃいませ。初対面のような、けれど顔見知りのような女。この宿の女将と思われた。なぜなら他に従業員はいないようだから。お待ちしておりましたわ。すると予約していたのだろうか。言葉が見つからない。何か伝えたいことがあるはずだな。とりあえずお座りになったら？疲れた顔をしていたのだろう。実際疲れていた。しかし見渡しても椅子がない。仕方がないのでそのまま床に座った。床には草が生えていた。夏草の匂い。つまり季節は夏なのだろう。あれはもう遠い昔の話だ。そうでしたわね。どうして女将が相槌を打つのだろう。唐突に独り言を始める客である俺も変だな。いつの間にか女将も床に座っていた。その膝小僧がひどく懐かしく感じられた。もう娘さんは大きくなっただろうね。嫌だわ。娘なんかいませんよ。女将は口を押さえ、さもおかしそうに笑った。私が娘だった頃はあったけど。それから女将は床にうつ伏せになる。その丸いお尻にホタルが一匹止まった。ああ、やっぱりあれは夏だったんだ。あの頃の川はまだ澄んでいたね。再び女将が相槌を打つ。そう、川底には川ニナが張っていたわ。どうして女将が知っているのだ。ホタルの幼虫に食べられる細長い巻貝には澄んだ流れにしか生きられない弱虫。思わず泣きたくなってきた。でも泣けなくなってからずいぶん経つ。見上げても夏の夜空はなかった。天井の明るい蛍光灯が眩しかった。どうしてホタルの光なんか見えたんだろう。何か間違っているような気がした。こんなところで俺は何をしているのだ。そもそもここはどこなのだろう。慌てて床から立ち上がった。そのため軽いめまいがした。悪いけど今夜は泊まらないよ。女将は床にうつ伏せのままだ。その背中が小さくなったような気がする。そうね、その方がいいわね。なんだか声まで幼くなったみたいだ。このまま放っておけない気持ちもする。だがもう帰らなくてはならない。ここでないどこか別の家に。心から帰りたいわけではないのに。とりあえずまずあの壊れかけた半開きの扉を探そう。そしてあの扉を出たらあの表札をもう一度確認しよう。怪しげな表札に何が書かれてあったのか。あるいはここを出てしまったらもう何もかもすべて
亡くなっているのかもしれないけれど。